我流です。前回の動画で100均の小型スプーンを湯水野の代用品として使うことを提案したんですけども、その動画にたくさんのコメントいただきまして、そのコメントに目を通してて気づいたんですけども、自分が湯水野に対してかなり勘違いをしていたっていうことに気づきました。でですね、どんな勘違いをしていたかというと、まず湯水野の形状を見てですね、これスプーンみたいだと思ってしまったことなんですね。まず第一に、実際には湯水野は高速リトリーブによる予測不可能なですね、これもう不規則なこの回転運動が特徴でですね、スプーンとはかなり異なる動きをするらしいんですよね。まず入り口の部分でですね、このことを知らずにその形状から湯水野がスプーンのようにゆらゆらとですね、舞うような動きをすると勘違いしちゃったこと、まずここがまず第一の入り口部分での間違いなんですけども、さらにはですね、このマテリアルから来る水中での動きというか佇まいも違うと、ご指摘いただきました。先ほども言いましたが、湯水野は高速リトリーブが肝です。さらに言うと静から動、俗に言うストップ&ゴーによる動きのメリハリも重要な要素らしいんですよね。そう言われるとですね、金属製のスプーンと樹脂製の湯水野ではストップの時の佇まいに大きな違いがあることはなんとなく想像はできますよね。樹脂製の湯水野は比重が軽くてリトリーブを止めた時にその場にとどまろうとするでしょう。これは金属製のスプーンではそうはできないことはなんとなく想像できますよね。なるほどね。さらに樹脂製の湯水野はクリアカラーであることが多くてですね、水中でのきらめきというかアピールがですね、金属製のスプーンとは異なると。樹脂を通したホログラムの怪しげな反射が魚にアピールするとおっしゃってた方もいらっしゃいました。確かにそれは釣果に影響する可能性がありますよね。さらにもう一つ挙げると、円筒マウスとかジェット天秤を使用するこの釣りでですね、これ実際にはですね、長いリーダーでその円筒マウスやジェット天秤にこのルアー部分をつなぐわけなんですけども、どうもこの釣りですね、糸絡み等のトラブルとの戦いの釣りでもあるらしいんですよね。確かにその点で考えると湯水野は一体構造で関節がありませんよね。スプーンよりもトラブルに見舞われる可能性は低いんじゃないかなとなんとなく想像できます。このご指摘が意外と多かったんですよね。本当勉強になります。YouTube やっててよかったなと思います。まだ一頭もしてないんですけども、かなり湯水野のことについて学べました。ということで、これらのありがたいご指摘を踏まえ、自分なりに湯水野を作ってみようと思いますね。ネット上ではですね、樹脂板をカットして作る方法がたくさん紹介されていましたが、どうせ作るんだったらその方法ではなくですね、やっぱお前は変態だなって言われるような、呆れられるようなちょっと変わった角度からアプローチしてみたいと思います。もちろん100均ベースですよ。ということで行ってみます。まず使うマテリアルはセリアの水槽用エアチューブです。ダイソーのではなくセリアのチューブですね。セリアのチューブは塩化ビニール、つまり PVC です。ちなみにダイソーのチューブはシリコン製、セリアのエアチューブは固めで割としっかりしています。今回はこの湯水野しか手元にありませんので、とりあえずこのサイズを目標に作っていきたいと思います。このチューブは開封直後は結構な癖がついていますが、今回の場合むしろ好都合なので、このまま先端部分をカットしていきます。湾曲している外側を短く、内側を長めに、このように斜めにカットします。今回唯一100均の商品でないのはこのフックです。マルトの SS1930、缶付きのロングシャンクのストレートフックになりますね。セリアのストレートフックでも良いと思うんですけども、最近売ってないんですよね。僕の手元にないんで今回はこれを使わせていただきます。缶付きでロングシャンクの方が針が固定しやすくてですね、引っ張りに対する抵抗が大きいのですっぽ抜け防止にもなりますよね。フックをチューブの中に入れ、アイの部分をペンチなどで挟み、フックとチューブのお尻部分を炙って、チューブのエッジが少し溶け出すくらい柔らかくします。
かさずもう一本のペンチで挟み、この状態で熱が引くのを待って圧着させます。このような感じ。次に糸を通す穴を開けます。これは使うリーダーの太さによると思いますけども、僕は20ポンドぐらいのフロロを使うつもりですんで、その想定で作っていきます。でもですね、 PVC に開ける穴はそれほどタイトに開ける必要はないかと思いますんで、というか穴が潰れる可能性があるので、今回は少し大きめの 1mm のピンバイスで穴を開けます。ちなみにこれはダイソー製ですね。理想はこのようなラインで開けたいんですけども、このチューブに斜めの穴を開けるっていうのは結構難しい行為で、まず垂直に穴を開けてから無理やり斜めに開けたんですけども、もっとスマートに開ける方法がある気がしますが、どなたか知ってたら教えてください。開けた穴の部分にマーキングをします。これはもちろん老眼のじじい限定作業ですね。コメントで指摘があった樹脂の中できらめく反射をちょっと加えてみたいと思います。毎度おなじみダイソーのヘア X でですね、これを適当な量カットしてチューブの中に挿入します。余計な部分をカットして、どうですか、これだけでも結構効力ありそうな気がします。ダイソーの UV レジンハードクリアです。先端部をチューブに突っ込み注入します。そして針のゾーン、この部分だけ UV ライトを当てて硬化させます。このようにまだ先端部分は硬化していません。先ほどチューブに開けた穴に針金を通します。この針金の太さが結構重要で、僕はフロロ20ポンド前後のリーダーを使う想定でいろいろ試しましたが、ダイソーの 0.55mm の針金がちょうど良かったです。針金を通したら気泡が入らないようにオイレジンですね、完全に塞ぎます。そして UV ライトで硬化。これは Amazon で購入した1000円ぐらいの UV ライトですが、100均で売ってるこのようなタイプとか、あと太陽光とかいろんな波長の紫外線を当てるとしっかり硬化しますよ。完全に硬化したら針金を脱ぎます。わかりますかね、糸の通る道ができました。糸を通して8の字結びでコブを作って結束します。本当独特ですよね。強度に関しては後でテストしてみたいと思います。最後にフックにもティンセルを巻きつけてみたいと思います。今回は100均の梱包材オーロラクッションを巻きます。程よいところでカット。山下の湯水のには片面のみ目玉がついていますが、とりあえず私は人間受けを狙って両側面につけてみようと思います。正確に湯水のを再現したわけではないですが、お風呂の中では狙い通りの動きを予感させるような初動をしていたので、いけるんじゃないかと思いますけどね。はい、水の中でのキラキラアピールも結構面白いものでした。高速リトリーブでの動きを確認する時間がまだないし、体調も万全ではないので、もう少し暖かくなったら実際に釣りに行ってみたいと思います。とりあえず家の中でできるもう一つのテスト、引っ張り強度のテストをやってみたいと思います。2リットルの水が3本あります。
うでしょう、6キロの重さに耐えればまあまあ使えるんじゃないでしょうか。持ち上げて振ってみましたが、針も糸も抜けることはありませんでした。レジンと PVC の二重構造なので、物に当たった時の衝撃とか魚の歯とかですね、ある程度耐久性もあるような気がします。相変わらずバカなことやってんなと言われそうですけども、僕の場合はこれが楽しいんですよね。僕の場合ですね、釣りの楽しみの 60% はこちら側にあります。はい。ちなみにこれは全部失敗作です。これが楽しかったりするんですよ。やっぱ変態ですかね。いろいろ考えて作ってるとですね、また横から変な別の妄想が湧いてきたりするんですよね。高速巻きでストップ&ゴー主体の釣りであれば、例えばこういうのももしかしていけるんじゃないかみたいなですね。さすがにこれはキリがなくなるので、これはまた別の動画でいつか紹介してみたいと思います。ということで、今回は私なりの弓角を妄想で作ってみました。初めて挑戦される方も含め100均グッズを利用することで手軽に作ることができます。ぜひ自分流の弓角を作って釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、また。